これは誰も見たことのない1600年頃の豊臣期大阪城と周辺城下町の姿です。今回は前回再現した大阪城総構のさらに外側、大阪繁栄の要となった3つの城下町、南側の平野城下町、西側の千葉城下町、北側の天満城下町の全域をアンリアルエンジンの圧倒的な描画力と精密な 3D モデルで徹底再現しました。総構の規模を超えた城下町の広大さと、そこに生活する人々の往来の様子をぜひご覧ください。次回の大阪城総集編もお楽しみに。豊臣期大阪城の城下町は中世以来の営みを基盤として秀吉によって大きく発展することとなります。大阪城築城以前には上町台地上には四天王寺を中心とした寺内町が存在し、上町台地西側には湿地帯を隔てて南北に細長く存在した佐須城に津村、上難波村、三津村等の中世以来の集落がありました。上町台地西側の熊野街道を北に進むと淀川に面して瀬戸内と京を結ぶ水運の拠点である天満への渡し場でもあった渡辺の津があり、淀川を渡った先には天満宮とその門前町がありました。また上町台地を解析してできた谷を利用したため池に四天王寺北東に毘沙門池、総構の南東に網原池がありました。これらのため池は灌漑用に利用されていましたが、網原池は江戸時代から桃の名所としても知られていました。これらのため池は大正時代に埋め立てられるまで存在していました。秀吉は大阪城築城と並行して大阪城の南約3キロの地点にあった四天王寺と大阪城との間に新しく平野町城下町の建設を開始しました。平野町城下町は当初大阪城に石材を搬入する際のルートとして人足たちの宿場としての意味もあったようです。しかしフロイスによると、ここでは早くから食料品、商品、建築資材その他町にはあらゆる住民の必需品が豊富に揃えられていたと記録しています。平野町の名前は平野郷の住民が移転してきたことから名付けられました。平野町城下町は総構と四天王寺とを結ぶ南北の2つの通り沿いに建てられた町屋と、その東西に新たに設けられた寺町とから構成されていました。しかし発掘調査でも総構の内側から寺の遺構が見つかっており、総構の構築前は寺町はさらに北に伸びていた可能性があります。また平野町城下町の西側には高津宮と生国玉神社がありますが、両者は大阪城築城に際してこの地に遷座してきました。平野町筋の西側が西寺町、北平野町の北端に接する場所に作られたのが西側の生玉筋中寺町、谷町八丁目寺町、東側の八丁目寺町、八丁目中寺町、八丁目東寺町になります。これが四天王寺です。四天王寺は593年に聖徳太子の発願によって建立されたとされ、飛鳥寺とともに日本最古の寺院の一つで、四天王寺の周辺には当時寺内町が形成されていました。四天王寺は四天王寺式と呼ばれる主要伽藍が南北に一直線上に並ぶ伽藍配置が特徴です。飛鳥寺と同じようにかなり直線的な屋根を持つ建築様式も特徴で、被災のたびに可能な限り当初の建築様式に忠実に再建されてきたようです。戦災後に再建された現在の建物群もその伝統を受け継ぎ、飛鳥の復古様式として建てられていますが、ここでは空襲前の写真を参考に法隆寺金堂を置いています。この四天王寺の南西にある小高い丘が茶臼山です。大阪冬の陣の際には家康が、夏の陣の際には真田信繁が本陣を置いた場所です。また以前紹介した高麗橋通り一帯も
早くから城下町が形成された場所として注目されています。この辺りには中世の港湾としてあった渡辺の津があり、中世には熊野山系の上陸点として知られていました。渡辺の津の所在地は以前は天満橋一帯だと考えられてきましたが、近年の調査で中世の遺構は天神橋一帯に集中していることから、天神橋周辺にあったと考えられるようになってきています。発掘調査でも豊臣大阪城の前期の段階からの遺構が見つかっており、この一帯は中世の渡辺の津が発展して豊臣期大阪城の城下町に取り込まれたと考えられるようになってきました。大阪城の西側に位置する船場城下町の開発は1594年に総構が築かれた際に開削された東横堀川の開削に伴って出た土砂を盛り土造成したのが始まりのようですが、本格的に開発されたのは1598年に始まった馬出し車の築造をはじめとした総構の中の大名屋敷の再編の際でした。この時総構の中にあった土地を大名屋敷の用地として確保するために一帯にあった町屋が撤去され、その移転先として整備されたのが船場でした。当時はかなり大規模な移転だったようで、大阪鳥獣屋敷替えと言われました。大阪城築城当時の船場一帯は表現していませんが、この西端に南北に伸びていた砂州城に中世以来の集落津村や上難波村、三村等の集落が存在しており、1597年には津村小坊が、翌年には大谷本願寺、後の難波別院がこの地に移転してきて御堂筋の名前の由来となりましたが、2つの御堂は新しくできた船場城下町と既存の集落との境界を示すものでもありました。これと東横堀川との間の土地は開発されるまでは低湿地だったようで、大規模な盛り土造成が必要であり、全国統一を果たし多大な動員力を持つことができた豊臣政権の誕生によって初めて可能になりました。こうして作られたのが船場城下町でした。またこの盛り土造成に先行して西側の砂州城には浄土宗を中心とした寺院が移転させられていたようで、ここでも寺町的な景観が出現していたようです。船場の町は東西南北の直線道路で区画された40間四方の正方形の街区で構成されていました。船場の開発は大阪城下が南北を基軸とした都市構造であったので、海へ向かって乗り発展するきっかけとなりました。大阪城の北側に位置する天満城下町はもともと菅原道真を祀る天満宮を中心に門前町が形成されていた場所です。対岸に渡辺の津がありました。秀吉は当初この天満に天皇と公家五山と主要寺院を京都から移転させて首都とするという壮大な構想を持っていたようです。しかしこの計画は実現しませんでした。代わりに1585年に大阪を退去していた本願寺をこの天満に誘致し、城下町を建設していきました。本願寺が建立された場所はこの辺りで、現在の大阪造幣局の辺りです。ただ本願寺は1594年に秀吉から京都六条堀川に自治を寄進されて移転したため、今回の設定である1600年時点にはもうここには存在していません。代わりに1601年に現在の地に天満別院が建立されますが、この当時は仏性寺がありました。しかし移転後も天満は衰退することなく発展していきます。1586年には淀川の氾濫に備えるため本願寺の東側に堤防を築堤しました。城下町の範囲は北は天満東寺町、南は淀川、東は堤防、西は天満宮まででしたが、1598年に天満堀川が開削されると天満宮と一体化して発展していきました。また堤防の東側には発掘調査により屋敷地が南北に並んで発見されています。具体的な用途については明らかではありませんが、南側の屋敷では
30メートルを超える細長い建物が建てられていること、川側に出入り口があることから水運との関連が考えられています。最後に総構の前の北平野町の通りのにぎわいを再現してみました。今回は時間的な制約で本格的な人物の動きはつけることができませんでした。この広大な空間で息づいていた人々のにぎわいを想像していただければ幸いです。正面に見えるのが総構の南側の土塁です。このように大阪城を取り囲むように設けられた南北平野町、千葉、天満の各城下町はいずれも秀吉がその基礎を作ったと言えるのではないでしょうか。次回はいよいよ大阪城総集編として今まで個別に作ってきた大阪城のすべてをまとめて紹介しようと思います。